この映像は殺人事件の裁判に出廷した女性が被告人となった夫への陳述書を読み上げる場面を捉えたものです。The audacity of his to make such an uneducated decision on behalf of everyone in Maddox's life. Any one of our family members or friends would have gladly taken her from you if you had just told her that you were feeling you were going to harm her. Burying my daughter alone was the single most howling experience I've ever endured. Knowing her death was at the hands of the man that I once loved and trusted with our lives.涙を流しながら陳述書を読み上げた女性。彼女がそれほどに夫を恨んでいるのは、長い闘病生活を経てがんを克服した娘を撲殺したから。闘病生活を乗り越えた未来ある娘を撲殺した男はなぜ幼いその命を奪ってしまったのか。いつからか彼は何よりも大切な娘を恨めしく思っていたのかもしれないんです。おさすけちゃんです。闇やみこです。というわけで、ヤミコさんね、はい。この間、シンガポール行ってきた関係で、ヤミコさんにおすすめしてもらったね、F1 見に行ったんですけど。ああ、どうだったマジで意味わからなかった。いやもうね、いろんな困難がつきまとってて、はいはい。まず、入るじゃないですか。実況も英語じゃん。ああ、そうね、そうね。全員誰みたいな。さすがに日本語解説欲しいなと。シンガポール、だから英語だとさ、わけわかんないから、さすがに。日常会話だったらまあいいけどさ、だから、ダゾーン契約しようと思ったら、日本からじゃないと契約できなくて。はい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 。で、これマジでムカつくんですけど、VPN を契約したんですけど、あ、したんだ。VPN 入れても、ずっとなんか接続拒否されてて、設定も絶対何回も見てあってなんか、SIM カードとかのせいなのかしらね、わかんないけど。わかんないですけど、結局、わけわかんないスピードで目の前で車通り過ぎてる。何が書いてあるかさえ見えなかった。めちゃくちゃ早いところに席を取ったわけね。でも書いてあるんですよ、後ろに。オラクルとか、リアウィングとか、サイドポットとかに書いてある。そう。まあでも、普通にかっこよかったね。かっこいいわよね。かっこいい。音もね、ブンブンって言ってたんだけど、昔はもっと大きかったらしいよ。だからもうなんか。すごい、だんだんちっちゃくなってた。そう。でもシンガポールですごいのが、めっちゃ人気だったよ。あ、もう F1 が。そう。なんか近くの会場までタクシーで行ったんですけど、もう出待ちの人の数がすごすぎて。F1 ファンがね。F1 ってこんな人気なんだと思って。いやでも確かに、ヨーロッパではね、ヨーロッパ人の方々すごい人気なんだけど、アジアで開催するって言ったら場所が限られるから、シンガポールってその中でもすごい派手に開催される場所だから、アジア中から集まってるんだと思うわよ。そういうことか。そう。レッドブルチームとかもあってさ、レッドブルの服着てたりとか。なんか私もこのままだと熱く語っちゃいそうなんだけど、一個言いたいのが、レッドブルのすごいとこは、他のチームは車作ってる会社なのよ。レッドブルだけエナジードリンクのなんか砂糖水売ってる会社が一番強いのよ、今。だってガソリンの代わりに入れるんだよ、レッドブル。そうすると早い。なんであんたが知ってんの？翼を授けるから。そういうことね。そういうこと。そういう理屈で言うと一番強いわね、確かに。一番強いですよ、だから、レッドブル。あなたの上級者でした。F1 詳しい方いたらぜひコメントで教えてください。本日ご紹介するのはアメリカ・ニューヨーク州で起こった非常に胸が痛くなる事件なんです。なんとこの事件、闘病生活を乗り越えた2歳の娘を父親が殺してしまうという恐ろしい事件。なんでその闘病を乗り越えたってことは病気が治ったわけでしょ？なんでそこから殺人に至っちゃうわけよ。本人もね、動機を語ってはいるんですけれども、供述とね、犯行内容には矛盾があって、未だに父親がね、どういうつもりで犯行に臨んだのかっていうのは、議論が分かれているところなんです。娘と両親の闘病生活はどのようなものだったのか。そして娘が病を乗り越えた喜ぶべきタイミングで姿を消した父親は謎の置き手紙を残していたんです。この子は連れて行く。2016年2月20日、アメリカ・ニューヨーク州シラキュース。夜遅く、警察はある女性の自宅へ駆けつけました。女性は駐車場に止められた車まで警察を誘導し、必死の形相で状況を説明します。仕事終わりに夫が娘を連れて迎えに来てくれるって約束してたんです。それがいくら待っても迎えに来なくて、家に帰ってみたら車の中に置き手紙があったんです。そう言って車の中にあった手紙を差し出した女性はモーガン・ローレンス。彼女の夫ライアンが残していったその手紙にはこう記されていました。僕なしでよりいい人生を送ってほしい。マドックスは連れて行く。マドックスというのはもうじき2歳を迎える娘のこと。夫のライアンはまだ幼いその娘を連れ、唐突に姿を消してしまったんです。結局その日、2人は帰らず、妻のモーガンに連絡が入ることもありませんでした。そのため警察は早朝、児童失踪事件が発生した際の緊急事態宣言、アンバーアラートを発令。シラキュースの街の周辺はもちろん、夫ライアンの故郷であるボールドウィンズビルにも捜査網を伸ばしますが、2人の足取りは丸2日
間一向につかめなかったんです。何より夫ライアンが娘を連れて姿を消したのは夫婦にとって喜ぶべき出来事が訪れたそんなタイミングのこと。そう、娘のマドックスは厳しい闘病生活を乗り越えたばかりだったんです。時は遡り、事件が起こる2年前の2014年4月24日、夫ライアンと妻のモーガンの間に新しい命が誕生しました。モーガン、よく頑張ったね。とても幸せな気持ちだよ。ライアンは生まれたばかりの娘マドックスを抱き上げ、妻に笑いかけます。高校卒業後、ショッピングモールのカフェで働く同僚として知り合った2人は、妻モーガンの妊娠をきっかけに結婚。ライアンはアウトドア好きで、妻のモーガンは風景写真を撮るのが趣味。似た者同士の夫婦は非常に仲が良く、いつも何をするのも一緒でした。そんな2人の間に娘が生まれ、家族はより強い絆で結ばれていくように思えました。夫婦は決して裕福ではなかったため、夫は借家を借り、車は2人で共有。娘が生まれても2人とも仕事を辞める選択をできなかったため、主に夫のライアンが外回りの仕事をしながら娘を見ていました。彼の車には常に娘のマドックスが一緒に乗っていて、車から離れる際もライアンは必ず彼女を連れて仕事に出ていたといいます。いや、すっごい献身的な旦那さんでさ、しかも仕事に行くのどこ行くのを娘さんと一緒って、そんな働き方ができるってまさにアメリカっていう自由の国って感じがするわね。夫婦はね、カフェの仕事で出会ってるんですけれども、二人ともね、オーナーと非常に仲が良かったんです。だからね、ある程度融通が利く部分があったのかもしれないんです。つつましくも幸せな日々を送っていた一家。彼らに波乱が訪れたのは、娘のマドックスが1歳の誕生日を迎える直前のこと。ねえあなた、マドックスの目がなんだかおかしいの。娘の顔を覗き込みながら夫に向かい不安げにそう投げかけたモーガン。娘マドックスの大きな茶色の瞳は左目だけ黒く変色していました。彼女の目に現れたその異変は、網膜が細胞腫だったんです。網膜が細胞腫とは乳幼児に多く見られる網膜にできるね、癌のことなんです。というわけで本日のメトラキーワード、網膜が細胞腫について。網膜が細胞腫は網膜に発生するがんのこと。小児がんの約 2% を占め、1万7000人につき1人の割合で発症するとされています。原因は目の発達を制御する遺伝子の変異。この変異は胎児の頃に発生する場合と親からの遺伝で発生する場合があるとされています。症状は視力障害や目の色の変化、斜視などで、乳幼児はそれらの異変をうまく伝えられないため、親が気づいて発覚するケースがほとんど。放置すれば2年以内に死亡するリスクがありますが、早期に治療を行えば 90%が治癒するんです。マドックスが癌を発症して以来、夫婦の生活はさらに多忙を極めていきました。2人は何ヶ月もの間、350キロ離れたニューヨーク市まで車で通い、娘に専門の病院で化学療法を受けさせたんです。あまり裕福ではない夫婦には治療費の問題もありましたが、親族がクラウドファンディングを実施、一丸となって寄付を呼びかけた結果、最終的に9000ドル、日本円で100万円以上の額が集まり、マドックスは無事に治療を続けることができました。マドックス、心配しないで、じきに治るからね。化学療法の度、そう言ってマドックスの手を握り続けた父ライアン。早期に治療すればほとんどは治る病気だと言っても、1回の治療は6時間にも及び、1歳のマドックスにとっては非常に過酷。父親のライアンはその闘病生活を常に隣で支え続けたんです。懸命の治療の結果、娘マドックスの癌は数ヶ月で完治。クラウドファンディングの支援者からも多数のお祝いの声が届き、母親のモーガンも治療費の捻出に奔走した親族たちも皆が祝福ムードに包まれていました。父親のライアンが娘を連れて姿を消してしまったのはそんな矢先のことだったんです。僕なしでよりいい人生を送ってほしい。マドックスは連れて行く。妻にそんな言葉を残して去っていったライアン。一体何が彼をその行動に向かわせたのでしょうか。本当にもう謎でしかないんだけどさ、ライアン自身本当にいいパパに見えるし、みんなで協力して娘の病気乗り越えることできたわけじゃない。なんで本当にね、このライアンが何を考えてたのかっていうのは分かんないですよね。しかしですね、実は彼は娘の闘病中、すでに異変を見せていたんです。病魔がもたらしたもの。2015年の初め、娘のマドックスの癌が発覚した当初、父親のライアンは強い不安に襲われていました。網膜が細胞腫は早期に治療すれば 90% は治る病気。ただ、夫婦で切り詰めた生活を送っていたライアンにとって膨大な治療費がかかる闘病生活は大きな障害に思えました。また、彼がこの病気の発覚に動揺したのは、自分たち夫婦を取り巻くその状況だけが理由ではありません。僕はまた大切なものを失わなきゃならないのか。怯えたように頭を抱えていたライアン。実は彼は高校時代、癌で母
親を亡くしていたんです。母親思いだったライアンにとってその経験は深いトラウマとなっていました。娘マドックスの癌の発症はそのトラウマを強く呼び起こしたんです。加えてこの時妻のモーガンが仕事を辞めたこともあり、ライアンはカフェの他に3つのレストランの仕事を掛け持ちし始めました。その合間を縫って何時間もかけてニューヨークの病院へ通う日々は決して楽なものではなかったんです。奥さんと娘を守るために必死で頑張ってたってのはわかるんだけど、その激務のせいでおかしくなっちゃったの、ライアンは。母親をね亡くした悲しみっていうところと、あとはね休みのない日々の激務っていうところで、ほんと板挟みの中でライアンはね次第にこう精神がねおかしくなっちゃったんだと思います。娘のマドックスの闘病生活が続いていたある日、自宅の郵便受けを開け暗い表情を浮かべていたライアン。こんな時に限って彼が手にしていたのは交通違反の罰金支払いを命じるハガキ。具体的な違反内容は不明ですが、この時ライアンは日本円で10万円以上の支払いを命じられています。彼は仕事と娘の看病に追われる日々に疲れ、運転中の集中力を欠いていたのでしょう。ここまでならまだ単に疲れていた、ストレスが溜まっていたで済む話だったのかもしれません。ただこの後ライアンはついに精神に異常をきたしているとしか思えない行動に出るんです。このところお前も元気がないな。ライアンが心配そうに見つめていたのは一家で飼っていた犬。その日ライアンは病気で元気をなくしてしまったその犬を自宅から連れ出しました。そして人里離れた山奥へ訪れた彼は犬を絞め殺してしまうんです。もう安心だ。これで楽になれるぞ。娘の闘病生活を通して金銭的にも精神的にも追い詰められ、ライアンは完全に病んでしまっていました。そんな中で彼は次のように考え始めたんです。いっそのこと死んでしまおうか。でも俺が死んだら娘は誰が守るんだ。そして迎えた2016年2月20日、ライアンは妻に意味深な置き手紙を残し、娘を連れて失踪してしまったんです。もしかしてライアンはさ、娘殺して自分も死のうとしてんじゃないの？このままじゃ2人とも死んじゃうじゃない。多くの人がねそんな最悪の事態を想像していたんです。果たして2人は一体どのような形で発見されるのでしょうか。最悪の父親。2016年2月21日、ライアンが娘を連れて失踪した翌日、妻のモーガンは記者会見で彼への呼びかけを行いました。ライアン、お願いだから連絡して。2人が無事だと知りたいの。家族みんながあなたたちの帰りを待ってる。だからお願い。私はただ無事だと知りたいだけなの。結局ライアンがこの呼びかけに応じることはありませんでしたが、翌日彼は雑貨屋に立ち寄ったところ、変装姿を店員に見破られ通報されることに。警察に取り押さえられたライアンはキャンプ道具を背負っており、キャンプファイヤーをした後のような煙の匂いをかすかに漂わせていました。そして肝心の娘のマドックスは彼の隣にはいなかったんです。何？ライアンは娘を連れてキャンプしに来てたの？っていうか娘はどこに行ったのよこの時。この時にはもうね手遅れだった。ライアンが逮捕された翌日の2月23日、警察は彼の供述によってシラキュース近郊の川から娘マドックスの遺体を回収。そう、マドックスはすでに父親の手によって殺害されていたんです。これまでの経緯を見るに、警察に捕まっていなければこの後父親のライアンも自殺していたのではないか。視聴者の皆さんにはそう思う方もおられるかもしれません。しかし2016年9月に開かれたライアンの裁判で、検察はその可能性を真っ向から否定しました。被告人は自殺を考え、自分がいなくなれば娘が生きていけないと思い詰め殺害したと供述しています。しかし犯行内容から考えてその言い分はどうしても辻褄が合いません。被害者は闘病生活を終えて祝福のメッセージを多数送られ、世間から注目されていました。被告人は彼女に嫉妬していたのではないですか。ライアンは娘のマドックスの治療費のため仕事を4つも掛け持ちし、車で何時間もかけて病院へ通い、治療中も献身的に彼女を支え続けました。そうやって精神をすり減らす闘病生活を終えた時、称賛されるのは自分ではなく娘のマドックスばかり。自分が散々苦労を強いられたにもかかわらず、娘だけが注目を浴びるその状況をライアンは遺憾に思っていたと検察官は断じたんです。そんなこと思う親いるかしら。だって娘が必死に頑張って闘病して克服して、それを祝福されてるってさ、それを喜ばない親なんている？ライアンがねマドックスにした仕打ちを考えると、彼女のことを恨んでいたとしか思えないんです。2016年2月20日、週間高速道路81号線を下り、娘を連れたライアンがやってきたその場所はティンカーフォールズ。美しい滝が見られる人里離れた森林地帯だった。綺麗だろ？昔ママとよく来たんだ。娘のマドックスの手を引きながら遠い目で景色を見渡すライアン。そして彼のもう片方の手には木製バットが握られていた。次の瞬間、ライアンは娘から手を離した。彼は持っていたバットを両手で思い切り振りかぶると、
娘の後頭部めがけそれを叩きつけた。何度となく襲うその衝撃によってまだ幼い命はあっけなく奪われた。そして娘マドックスが動かなくなったのを確認するや否や、背負っていたキャンプ道具を下ろし木の枝を集め始めたライアン。アウトドアが趣味の彼のこと、火起こしは慣れたもの。ライアンはそこから何時間もかけて炭のようになるまで娘を焼いた。そう、川から引き上げられたマドックスの遺体は撲殺された挙句黒焦げになるまで燃やされていました。自分が死んだ後に残される娘を不憫に思い殺したと語っていたライアン。しかし何らかの恨みがなければここまでの仕打ちができるとは到底思えず、ライアンのその供述は辻褄が合わないと検察官は断じたんです。2016年11月16日第1級殺人で有罪となったライアンは最低25年仮釈放なしの終身刑に。判決の際彼は次のように語りました。僕は娘を心から愛していました。娘に嫉妬したなんてことは断じてありません。行動とさ言動が伴ってないじゃない。どの口が愛してましたなんて言ってんのよ。いくらね娘の闘病生活で精神を病んだとしても、こんなことするのは一切同情できないわよ。そして妻のモーガンは彼に誰よりも強く怒りの言葉を向けるんです。 By the audacity of his to make such an uneducated decision on behalf of everyone in Maddox's life. Any one of our family members or friends would have gladly taken her from you if you had just told her that you were feeling you were going to harm her. Burying my daughter alone was the single most howling experience I've ever endured. Knowing her death was at the hands of the man that I once loved and trusted with our lives. モーガンは10分にわたって夫のライアンを責め立てました。事件以来世間から余計な注目を浴びて疲弊していること、夫のライアンと何もかも共有していたために証拠の車やパソコンを押収され仕事もままならないこと、今自分が置かれている状況も含めライアンがどれだけ非道なことをしたのか、妻のモーガンは涙を流しながら本人に訴えたんです。もう一度マドックスを抱きしめられるなら私は何だって差し出す。あなたはとても卑劣なことをした。どうして、何のために。妻にそう問われても未だ娘を愛していたという意見を崩さないライアン。皆さんは彼が自分の娘にあれほどひどい仕打ちをした本当の理由は一体何だったと思いますか？おざっす。ついにね、10月19日にね、アルゴメトリー初の公式の謎解きイベントをね、やるんですけれども、先日ね、公開してチケットのね、販売をしたところね、もうかなり多くの方にご応募いただきました。はい。本当にありがとうございます。ありがとうございます。でね、抽選にはなってね、外れた方もいらっしゃったら恐縮なんですけれども、なんとここでね、朗報があります、皆さん。抽選ではあったんですけど、何名かね、抽選の支払いが遅れちゃったりとか、あとは VIP 席とダブルで当たったから、一般の方は開放しますみたいな人がいらっしゃったんで、今回なんとね、2次販売を行うことにしました。というわけで、これがね、本当に最後の販売になるので、まだね、チャンスはありますので、イベント参加したい方がいらっしゃればね、ぜひね、概要欄固定コメントのね、サイトからご応募いただければと思います。はい。一次募集のデータを見てるところ、8割9割は一人での参加が多いので、これ一番質問来てたんですけど、一人で参加しても大丈夫ですかって人いたんですけど、逆にっすよ、一人の方が多いんで全然大丈夫ですし、むしろそのイベントをきっかけにね、アルゴメトリーが好きだって共通の趣味があるわけじゃないですか。なのでそこでね、仲良くなってもいいんじゃないかなと思うので、なんかぜひね、席隣になったら謎解きしながら喋ってもいいわけですし、そこら辺は結構フランクなイベントになってるんで、もちろん僕らにね、直接会う数少ない機会っていうのもあるんですけど、メトラーさん同士の交流の場にもなればなと僕の中では思っていますので、ぜひね、振るって、ご応募いただければと思います。気になるイベントの内容なんですけど、もちろん謎解きはしつつも、僕とかヤミコさんとね、チェキ会もありつつ、あとは VIP 席の方はですね、アフターパーティーというご飯会もありますので、どんな場面でもね、いろいろ交流できるんじゃないかなっていうところで、もうかなりね、もう僕も楽しみではあるんですけど、料金も一般席だったら5000円切ってますので、無理のない料金設定かなっていうところで、これ本当にね、ちょっとあんま言いたくないんですけど、他の YouTuber さんとかね、1万とか2万とかするんですよ、普通の席で。VIP が5万、10万とかね。僕ら一般席5000円切ってますからね、本当に。リッチなボックス席で映画見に行く形で、ちょっと参加するぐらいな感じでね、渋谷のね、映画館みたいなところを貸し切りでやるので、ついでに僕らに会えるな、みたいな。謎解き、そして僕らに会えるな、みたいな。アクセスもめっちゃいいんだよね。東京の方はもちろんね、周辺の方も、あと遠方の方はね、もちろん遠方でイベントやりたいんですけど、いつやるかわかんないんで、いつか大阪でやってとかじゃなくて、東京来てください、今回。はい。もうブラジルの方も、今シュラスコ食べてると思うんですけど、一旦その手止めて、東京来てください、本当に。どこからでも待ってますんで。はい。なのでね、ぜひぜひ、この数少ない機会で、僕とね、
恵美子さんとお会いして、そしてね、お話できる機会だと思いますのでね、ぜひ振るってご応募いただければと思います。華やかな世界として知られる芸能界。しかしその裏にはドロドロとした人間関係がつきものなのだ。2024年10月19日、日本長野県高級ホテルとして有名なムーンフォートリゾートの一室から女性の悲鳴が響き渡った。どうしたんですか？ちょうどこの日、警察がホテル内にいたことから現場に急行。ワインを飲んだ直後に倒れて、泣きながら話すのは映画監督の道場沙織。そして亡くなったのはこの部屋に宿泊する女優の小森葉月だった。彼女たちは翌日、このホテルで開催される映画祭に出席する予定だったのだが、その前日に部屋で飲んでいたところ亡くなってしまったのだ。そしてなぜ警察は事件が起こる前にもかかわらずこのホテルにいたのだろうか。実はこの日、ホテルムーンフォートリゾートに犯行予告が届いていた。差出人は当時世間を騒がせていたシリアルキラー・如月だった。